はい、獅子座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は6月前半の星の解説とタロットリーディングをさせていただきます。あと6月9日に占星術と数比術のフェスがありまして、そちらに参加させていただきます。今の私だからこそ伝えられる新しい占星術の見解をたっぷりと皆さんにお伝えできたらなと思っています。これまで勉強してこられた方も新しい見方だったりとか、全く初めての方もこんな風に簡単に活かせるのみたいになると思うので、ご興味ある方はぜひ概要欄から詳細ご覧ください。では行きましょう。6月前半です。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。カップキング逆、ワンド6、ソード4逆、ペンタクルス8、ワンドクイーン逆、そしてソード8逆と女帝、気をつけることはソードキング逆と女教皇とオラクルはジャスティスですね。ちょっと説明していきますが、ちょっとその前に星のことも話させてください。今星で言うとこの6月からっていうのはこう人間関係はね、前々から本当に今年は獅子座の皆さんは人間関係が強調されているので、思わぬ形ですごい巡り合いましたとか、すごい今まで良かったのにすごい今もトラブルがとか、そういうのもあれば、自分の関係性の中で学びがすごく大きい時なんですけども、特にこの6月からっていうのは1対1の関係性だけじゃなくて、仲間とかグループとか自分がこうどういう人たちと関わっていくのかみたいなことをすごく考えさせられたりとか、そういったグループとか仲間とかっていうものが強調される時なんですよね。なのでそういう団体の中でいろんなことを感じるきっかけが多いかもしれないなと思います。ただ6月の3日以降っていうのは水星というね、コミュニケーションとか考えっていうのも双子座に入ってくるので、情報はすごく早いんですね。なのでもうそれが決まってしまって凝り固まってそのまま動かないっていうわけではなく、どんどん情報とか関係性とか立場とかいろんなものは変わっていく最中の渦中にあるなっていうふうにまず思っておいてください。そして6月6日が双子座で起こる新月なんですけれども、この新月自体はね、ものすごく生活の中に喜びを生み出しましょうとか、自分を許しましょうとか、ちょっと優しいねエネルギーとして来てるなっていうふうに思うんです。自分はこうしなければいけないとか、こうあらねばならないって思いから何か一つ緩めて許して自分を許可しましょうみたいなエネルギーなので、何かもしかしたら獅子座の皆さんの中では、自分が将来に向かってもしくは未来に向かってこうなっていきたいっていう自分像に対してこうあらねばならないと思ってたものを一つ緩めて、今の自分で十分できているっていうふうに認めて嬉しくなるってこともあるかもしれないし、人間関係の中で誰かとのトラブルとかなんとか嫌だなと思っていたものが、私ってこのまま私でよかったんだっていうことを感じたりとか、何も他者に合わせて自分を犠牲にする必要なんてなかったんだみたいな、自分の在り方で正しかったみたいにすごい自分の肯定感が上がったりとかっていうこともあるかもしれませんので、この6月6日、新月は9時38分に起こるんですけど、夜かもしくは6月7日でもいいので、ぜひ自分のね輝かしい未来のためにこうなっていきたいっていう自分像のために本当の自分の力を思い出すっていうことで何か意図していただいたらいいかなと思います。でそれを踏まえた上で見ていくんです。ちょっとその前に6月9日もね、6月9日以降も火星というバイタリティとかエネルギーが社会っていうところに入ってくるので、粘り強く自分の社会に対して努力していくよとか頑張りますみたいなエネルギーとして使えます。ですからなんだか例えばですけど、ちょっと今人間関係で揉めているとかちょっとやりにくいなみたいな感じを感じている方もですね、その中で宇宙は本当に自分の強さを思い出してねっていう、誰にも汚されないというかね、侵されない、自分の価値は損なわれない自分自身っていうものを自覚するために今あるかもねっていうエネルギーを優しく届けてくれてる感じがするので、それを感じてみてください。そしてカードで見たところなんかね不思議な感じなんですね。カードで見ると、全体像を見ると
獅子座の皆さんからしたらいろんなことを気になったりとか、人の目を気にしたりとか、ちょっと悩み事とかもあるかもしれないけど、同時になんかすごくうまくいってることもあったりとかして、ものすごく物事が両極端な感じがします。でもそれでもうまくいっているみたいなね、なんだかんだ言いながらバランスは取れているっていうような感じで言われていますので、なんかぎっこんばったんしながらでもきちんとうまくやっていってるなっていうのがまず第一印象です。そしてそれなぜなのかって言ったら、その他者から与えられる優しい言葉や自分への評価とか思いやりっていうものはなんか入ってくる時と入ってこない時があるっていう感じがあって、ちょっとそれは一貫性がない感じがするんですよね。なのでそこはちょっと基準にせずに、自分がこれまでやってきたことややってきてうまくいったことをぜひ思い出してくださいみたいに言われています。これはね、もしお時間があったらこう人生を振り返ってみると、あの時一番落ち込んでたなとか、あの時が人生で一番辛かったっていう時も思い出してみると、そこから自分ってうまく這い上がったじゃないかとか、こんなにできたじゃないかみたいな、その時の自分の脱出法みたいなのとか解決法とか、自分で自分を持ち上げたやり方っていうのがうまく効果ありましたよねっていうことで、それをもう一度思い返してもらうのもいいし、ちょっとね今っていうのも少し前に自分がもう見ないでおこうとしてこう伏せておいたことに関して手放すんだなって感じが出ています。もうこれは触れても仕方がないことだから置いておこうみたいにしたことを置いといて、そして現実をしっかりと努力していく、日常もちゃんとこなしていく、仕事もしていく。その中でもし自分がまだまだ仕事としてはもうちょっと頑張りたいみたいな思いがあったとしても、でもうまくやってるなって感じもあり、その中でもう自分を縛るのをやめようとか、もうこんなことを思ってても仕方ないしやめようみたいな形で、何か一つねこうあらねばならないって思っていたものを手放すんだなって感じが出ています。でそれによってものすごい豊かになってる感覚が緩んでます。体も緩むし、精神も緩むし、表情も緩むかもしれないし、よかったみたいな、なんかそんな感じです。なんかすごくね、そこまでがちょっといろいろぎっこんばったんするなって感じがあるけど、すごい安心感がある感じがします。そして、対策としてはね、やはりこのソードのキングの逆っていうものが出ているので、これは非常に厳しいジャッジマンなんですよねもっとこうしなくちゃいけないとか、誰かに対しても何かを言いたい、でもそれを正しく言いたいとか、こんなこと言っちゃダメだ、こんなこと感じちゃダメだみたいに自分を抑える気持ちとかっていうのもあるかもしれないんですけど、なんかね、白と黒っていうそのいろんなね思いが自分の中を交差するんだなって感じがしたんですね。人って誰でも 100% いい人とか 100% 悪い人っていうのはいないと思うんですよね。こういいとこもあれば嫌なとこもあるとか、嫌なとこもあればいいとこもあるってなった時に、自分の思考もすごく嫌みったらしい思考になってみたり、そうかと思ったらすごく優しい気持ちになってみたりっていうことで、こういろいろ浮き沈みはあるんだなって感じがします。でもこれが双子座のエネルギーって感じがしますよね。双子座のエネルギーっていうのは2つのものを行ったり来たりするっていうエネルギーなので、獅子座の皆さんはもっとどしっとしていたいと思うかもしれないですけれど、そういう行ったり来たりするエネルギーをうまく使いこなしながらバランスをとっていくのがこの2週間ですよっていうふうに言われてる気がしたんですね。そしてそうやってなんか高低差が激しいがゆえに気づくこととか、もうこれやめたみたいな感じで手放すことによって本当の豊かさを感じられるっていうこともあると思います。で今回ちょっとねこれに踏まえてお仕事でちょっと見てみます。お仕事としてどうなのかっていうことね。ストレングスですね。吊るし人、そしてペンタクルの9ということで、力をね、自分の仕事に対しての情熱とか力を 100% 出したいけど出せないみたいな感じがあって、それはもしかしたら物理的に時間的にちょっと制限があるとか、物理的に動けないとか、そういうのがあって出しきれないって思うかもしれないんですけど、でも今のこの状況の中で感じること、気が付くことがありますよっていうふうに言われているので、何か思うように動けないなら動けないなりの中で、気づくことに、焦点を当ててください。そしてご自身ではなんかもっとやりたいけどできないと思ってるかもしれないんですけど、十分チャンス来ますよっていうふうに言われています。十分に今までの自分とはちょっと違う種類のチャンスが来ます。でこれはちょっと想定外な感じがするので、それもしっかりと
しっかりとこなせるように落ち着いてほしいなって感じがしますね。とにかく動くんだっていうよりも、しっかりと自分が落ち着くことによってこなせるパフォーマンスが変わってくるって感じがするんですよね。で、来たチャンスっていうのはしっかりと受け止めてやっていきましょうと。でもし自分が身動き取れないとか、これ以上はできないっていうボーダーラインがあるなら、そこはしっかりバウンダリーを引いて、その中で感じることを提供していきましょうっていう感じがしました、仕事はね。そして、恋愛や人間関係で見てみますね。ワンドの7とカップのクイーンとワンドの6ですね。まあ今星で見たらもう本当にすごい鍛えられてる時だから、いろんなことがあってもおかしくないんですけれども、これはね、先取りするっていう感覚でいいと思うんです。人間関係でいろいろなんか起こりそうだなっていう星の動きがあったとしたら、もう最初から自分がそうしちゃうみたいな感じでいくと飲まれないっていうのがあるんですけど、まあ一貫して私が言ってるのは、自分の強さを思い出しましょうっていうことなので、自分は何があっても自分の立場っていうものは侵されるわけではないんだと。私は私なんだっていう思いをとにかく持つってことですね。で、そうかと思ったら急に優しくなるっていうのもあるんですよね。獅子座の皆さんの情に熱いっていうところとか、面倒見がいいところとかっていうところで厳しいだけではいられないって感じがあるんですけど、ちょっとこの2週間はね、自分の立場をしっかり守るっていうふうに思って関係性を築いてみてください。そうするとちゃんと意見を言い合うことによってうまく調整されて、関係性がお互いにとっていい関係性っていうものに落ち着きますっていう感じが出ています。最後は勝利のカードが出ているので、これは何も言わずに相手の言うことを鵜呑みに聞いていいっていうわけではなくて、自分の積極的な意思や思いっていうものをしっかり伝えることによって調整されて、合意に至るって感じがします。これはまあ本来の意味とはちょっと違うかもしれないけど、今回はそう感じるので、合意に至るっていうのはちゃんと言わなきゃいけないので、自分の意見をね。なので言ってみてください。そしたら本当になんか夏前にねああよかったみたいな豊かな感じをすごく感じられると思います。そんな感じかな。あともう一枚最後にね、ちょっとエンジェルカードを引かせてください。はい、フォーギブネスということで、このカードを見てもし何かしら感じることがあれば、皆さんの直感を使ってメッセージご自身で受け取ってみてくださいね。これはやっぱり許しっていうカードですから、何か今まで納得できなかったこととか、ちょっとモヤモヤしていたことっていうそのもの自体を手放していくのかなって感じはしましたね。それによってすごい豊かさが自分に入ってくるっていうような感じがしました。ということでここまでにしておきます。もし何かしら良かったよとか分かりましたっていう方は、ぜひいいねボタンやチャンネル登録、そしてコメントで教えていただけると嬉しいです。では次回また6月の中旬に次の動画をアップしたいと思います。ということでありがとうございました。いい時間をお過ごしください。失礼します。